こんにちは、たかしです。同窓会で同級生が学歴マウントしてきたんです。でも、最終的に彼が痛い目に遭うことになります。スカッと爽快エピソード。しっかり見てくださいね。そう、あれは同窓会の招待状が届いたことから始まったんだ。同窓会がなんだかんだで忙しくて、同級生に会うのは高校卒業以来かも。久しぶりに高校の同級生に会うのは楽しみだった。でも、あの雄太も来るのかと思うと、ちょっとだけめんどくさいなって感じもあってさ。みんなの中にもいるんじゃないかな。学歴とか仕事とか自分のステータスをやたらとアピールしてくるやつって。雄太は高校時代からその典型で、有名私立大学に進学した後は地元の同級生を少し見下してるっていうか、まるで俺だけがエリートみたいな態度だったんだよね。実は俺の方がずっと成績は上だったんだ。でも親が経営してた工場が倒産して、俺は大学に行くのを断念せざるを得なくなっちゃったんだ。あれはすごく辛かったよ。同窓会当日、会場に着くと懐かしい顔ぶれが目に飛び込んできた。たかし、元気にしてた？おう、おかげさまでなんとかね。みんな元気そうでさ、なんだかんだで楽しい気分になってきたんだ。そこへあの男が登場するわけよ。そいつこそ学歴マウントダウン雄太だ。なんかやたら偉そうなオーラを出しながら、みんな久しぶりってやってくるんだよ。おっす。いや、ずっと仕事が忙しくて、スケジュール調整が大変だったよ。でもせっかくだから来てあげたよ。お、たかしじゃん。最近どう？雄太はよりによって俺の隣に座った。元気にやってるよ。雄太は？いや、俺はさ、給料が上がりすぎて逆に困っちゃってさ、年収1500万超えちゃったよ。1500万、すごいね。来た来た、マウント劇場。こうなると止まらないんだよな。同級生たちも少し引きながら、すごいねって、なんとなく話を合わせてる感じだ。でも、みんな心の中では、ちょっとうんざりしてるっていうか、こんな話分来たかったわけじゃないんだよね。ところでたかしって高卒だったっけ？それってやっぱり収入とかも影響するんだよな。まあ大卒と高卒じゃどうしても仕事の幅も違うからな。大卒の苦労をしなくていいのは羨ましいよ。なんだよ、やっぱりこんな話になるんだな。雄太はさらに続けた。今は地元で働いているんだろう。うん、エリートと違って年収はまあってとこだよね。ちっぽけな会社のサラリーマンやってて、生活できる給料はもらってるのか心配になるね。ああ、まあサラリーマンじゃないんだけどね。あれ、たかしくん、久しぶり。あや。振り向くとあやが立っていた。あやは高校時代、みんなの憧れの存在だったんだ。大人になった彼女は洗練されて、ますます綺麗になっていたよ。たかしくん、元気そうで何より。同窓会で会えるの楽しみにしてたんだよね。彼女が俺を覚えてくれていたなんて、驚きと嬉しさで胸がいっぱいになったよ。実は高校3年の夏休み、あやと俺は図書館でよく偶然出会って、時々一緒に大学受験の勉強をしてたんだ。でも突然に俺の父親の会社が倒産して、俺が大学を諦めなくてはならなくなった。それで俺は図書館に行くこともなくなって、それきりあやとも顔を合わせなくなったんだ。すると雄太がまた横から割り込んできて、たかしなんて地元でくすぶってるから、こういう場がなきゃエリートと話す機会もないだろう。俺がこうやって同窓会に出てやってること、
感謝しろよ、たかし。そうだな、仕方なく話を合わせるわ。たかしくん、変わらないね。真面目で優しいところ。昔から好きだったんだよね。今なんて。その瞬間、ゆうたが冗談だろと言った顔で。たかし、俺の方が絶対すごいのに。たかしなんて地元のしょぼい会社勤めだよ。俺の方が稼いでるし、エリートコースまっしぐらだよ。と言ったんだ。あやはくすっと笑って。そういうのもすごいけど、私はたかしくんみたいに、自然体で優しい人が好きかなと、僕に向けて微笑みかけた。俺は心臓が飛び出るほどドキッとして、固まってしまった。あれ、社長、お世話になっております。こんなところでお会いできるとは。どこからか、聞き覚えのある声が聞こえてきた。初老の男性が近づいてきて、俺にしんしんと頭を下げたんだ。我に返ってよく見ると、取引先の田中さんだった。あ、田中さん。こんなところで奇遇ですね。その時、ゆうたが立ち上がっていった。田中部長。なんと、田中さんは、ゆうたの上司だったんだ。部長、社長って何ですか？こいつはたかしって言って、俺の高校の同級生ですよ。ただの高卒だから、社長なんてありえません。人違いですよ。そう言って、ゆうたはゲラゲラと笑ってたな。ばっかも。この方は年商10億の大事な取引先の社長だぞ。田中さんは顔を真っ赤にして叫んだ。申し訳ございません。社長。田中さんはゆうたの頭を掴んで下げさせたんだ。田中さんのただことではない様子に、ゆうたは混乱して目を白黒させていたよ。実は親の工場が倒産してから、俺はずっと自分で会社を再興することを夢見て頑張ってきた。今は新製品の開発がうまくいって、なんとか会社を軌道に乗せたところなんだ。10億。たかしが、社長。ゆうたがふらふらとよろけて、ソースを運んでいた店員の女の子にぶつかった。あ、申し訳ありません。店員の子は急いで、ゆうたの服にかかったソースを拭き取ったが、大きなシミがついてしまったんだ。おい、何やってんだよ。このスーツがいくらするか、分かってんのか。と、ゆうたが店員に向かって叫んだ。すると田中さんがゆうたに、そんな態度を取るなんて、社会人として恥ずかしくないのかね。しかもここには、高志社長もいらっしゃるというのに。ゆうたは焦っていった。すみません。田中さんがなおも続ける。いいかね。基本的な社会人としての態度を、最低限は身につけてくれ。君はミスも多いし、まだまだ仕事を任せるには不安がある。ゆうたは一気にしょんぼりして、みんなの前で怒られていたよ。まさかここで、ゆうたが実は、あまりできる社員じゃない。ってことがバレるとはね。飲み会からの帰り道、俺はあやと二人きりになった。たかしくんが会社社長だなんてびっくり。高校の時、図書館に突然来なくなって、後でお父さんの会社が倒産したと聞いた時は本当に心配したんだから。その言葉を聞いた時、僕の胸の奥がじんと熱くなった。彼女はこんな風に僕を思ってくれていたんだ。あや、ごめん。俺、あの時、何もかも失った気がしてさ。自分が無力すぎて、誰とも話したくなくて。でも、たかしくん、頑張ったんだね。元気そうで、私も嬉しいよ。ありがとう、あや。一つ言っていい？あやが小首をかしげて、静かに聞き返してきた。何？俺はあの時、絶対に這い上がって、またあやに会う時、胸を張って話せる男になろうって、
心に決めたんだ。あや、高校の時からずっと好きだった。俺と付き合ってくれないかな。あやは少し震える声でこう言った。たかしくん、私もずっとたかしくんが好きだったの。こうして俺たちは付き合うことになった。運命なんて信じてなかったけど、今は確信できる。俺の人生にあやがいてくれること、それが俺にとっての奇跡だ。ご視聴ありがとうございました。皆さんも周りに学歴マウントを取ってくる人にスカッと返した経験があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。次回もお楽しみに。チャンネル登録&高評価よろしく。